皆様こんにちは。本日は京都の西側の方の亀岡市にいます。こちらの方では唯一刀作り体験できる場所、京都県内のできる場所を紹介したいと思います。それから刀を作る免許を持っていらっしゃる先生をご紹介いたします。すみません、本日よろしくお願いいたします。中西です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、刀を見るときには、多分特徴がわからないと、どこが綺麗のかわからないと思いますが、少し紹介していただけますか？刀を見るポイントとしては3つあるんですけど、一番初めのポイントが姿ですね。刀の形、もっと言うと反りです。一番は、どんだけ曲がってるかで、これが作られた年代によって違うんですね。でいわゆるこの日本刀ですよね。で日本刀特徴としてはこの反りがある、形になってますけど、この反りのある形が、できてくるのが今から約900年ぐらい前ってことですね。昔の方が基本的に反りが深くてですね、これだと大体江戸時代初期ぐらいの、モデルなんですけど、私作ったやつなんで、モデルが400年前ですけど、昔の刀ですね。ここ90度に持つわけですよ。そうすると今一番先ここのなんていうか、私の右目の前ぐらいに先来てると思うんですけど、900年前の刀だと一番下をこう90度に持った時に一番先は大体これぐらいいきますんで、まっすぐ持ってるんですよ。今これ無理してますけど、これかなりこう反りがあるとです。これがだんだん反りが少なくなってくるとですね、これ平安末期鎌倉初期っていうのはこんなもんで、鎌倉中期になるとまた切って、鎌倉末期になるとまた切って、南北朝になるとまた切って、室町時代になるとまた切って、江戸時代初期にこれぐらいになる。で江戸時代中期になるともうちょいそれが少なくて、幕末にその至ると。でそこに刀の姿の変遷っていうのがありますので、刀の形を見てもらうと、まずは作られた年代っていうのが大体わかる。戦い方に合わせて刀の形が変わってますので、刀の世界で戦闘様式の変化に伴い刀の姿が変遷したって言いますので、例外の方が少ないはずですので、まずそれが初めのポイントですね。第2ポイント、刃文ですね。でその境目をいわゆる刃文、刃の模様というふうに呼んでいるとですね。でそれがこのまっすぐな刃文になっていると、まっすぐ分かれているとです。硬くしたところ、硬くしてないところ。でこっちこう波打った刀だと、この波打って硬くしたところ、硬くしてないところが分かれているってことですね。でこれは意図的にこう作っているってことですね。刃のデザインとして。機能的にもですね、やっぱりこう切れる部分は硬く、その以外っていうのは硬くしないことによって折れるけど切れるけど折れないっていうのをこう実現しているんですね。ただここは今実用の部分を言わせてもらいましたけど、美術品としてここの重要なポイントというのはどんだけここが輝いているかということですね。ああいうこう黄色いライトに当ててですね、これにこう透かしてこう刀っていうのをこう見ていくと。一回手に取って見てもらいましょうか。よろしいですか？右手持って、左手これ当てて、これ当ててください。左手で。当ても大丈夫ですか？左手で。そう。それでもうちょっとこう下げて、ご自身でこう角度をこう調節してもらって。本当ですね。見えました？10センチぐらいしかライト当たりませんので、このご自身でこう順々とこう。でこの輝きを楽しむとですね、刀の場合は。ということで、今見てもらったのはすぐ刃だけでしたけど、こういうね、レバーもいろいろとこう見てもらうと、でこれは基本的に作られた場所によって刃文の形っていうのは大体違うんですよ。だから刃文を見ると大体どこの場所で作られたかなっていうのが大体わかる。いろいろあるんですけど、ここ京都の端の方ですけど、昔で言ったら山城の国ですね、京都市内あたりの刀の特徴としては、こういうまっすぐな刃文なんていうのが多いですよね。やっぱり備前であるとか、あとは総州であるとか、相模の国であるとかだとこういう乱れた刃文なんかが多いっていうね。
だから価値によってのことではなくて、はい、大体地方によって地方ですね、はい、それはやっぱりその求めた人、買う人ですよね、はい、買う人がどういうのを欲しかったかっていうのはやっぱりそこに起因してるっていうのが大きいんだと思いますけど、はい、やっぱりそれは地域の特色個性ってことでしょうね、はい、昔の人は。ということで第3特徴は第3のポイントは肌ですね。地金って言いまして、はい、鉄に模様があるんです。はい、でこっちの刀の方が分かりやすいんですけど、よく見るとですね、はい、指紋のような模様が見えませんか、はい、うっすらと、はい、なんか鉄の水なんていうかね、刃文の横にこうですね、そう白い、はい、ありますよね。これはその間によく見れますね。そうです。ここにも全体あるんですけど、はい、これ白いんでよく見えないってだけです。はい、全体になってここがよりよくね見えるように研いでくれているということです。でこれ今の鉄には基本的にはこういう模様っていうのはなくて、日本刀の特徴であるんですよね。この模様って。じゃあなんでこういう特徴があるか。これが来ました。知ってますか？島根に島根でよく住んだことありますので、そうですか、よくご存知で、はい、大事なものですね。これがいわゆる日本刀の原材料の玉鋼。これ今見ていただいたらですね、いっぱい穴開いてますね。はい。これちょっとどう思います？このまま熱して柔らかくして伸ばしていって刀にしたと。空洞ね、多少埋まるでしょうけど、はい、ちょっとまだちっちゃい穴全体的に開いてると思うんですね、刀、はい、このままでは。温度上げてですよ。あとはハンマーで叩くわけですよ。ハンマー叩いて薄くなったらそこから切り込み入れてパタッと折るんです。で小麦だとちょっとこれ押せばくっつくんでしょうけど、鉄ちょっとまだこれでくっつかないんで、もう一回火に入れて、1350度ぐらい飲んであげると表面溶けてくるんです。はい、でその状態で出しちぎりで手早く叩くとこれくっつくんですよ。でくっつけたらまた薄くして、薄くなったらまた切って、そこから折ってまた火に入れて温度上げて、温度上がったら出し切り叩いてくっつけてっていう作業をして、ようやく使える鉄になる。でこれを10回ぐらいこういうふうに混ぜて、人によってあとはバラバラなんですけど、おおよそ10回ぐらい混ぜています。で10回混ぜてるんで層がいろいろ出てくるわけですね。単純計算10回混ぜると、2の10乗なんで、この層がですね1024層になっていると。でこの合わせ目がこの表面に出てくるとですね、はい、でこれ混ぜた結果こういう色をたくさん層があるんで、はい、でこの表面をよく見るとこういう模様が出てくるってことですね。はい、それはそれぞれの折れたところっていう、そうです。合わせ目ってことですね。はい、でそれがあるんで、こういうふうな、地金、いわゆる鉄の肌ってことですね。はい、それが日本刀に現れてますよとです、はい、今の鉄はそういうふうに混ぜないんで、そういう、鉄の模様ってないんですけど、昔の鉄は混ぜなきゃ使えなかったんで、その結果こういう模様が出てきたと。ただ今これでようやく3つの説明が終わりましたけど、はい、ここで名刀とは何ぞやってことですね。いい刀とはどういうことか。使えるし美しいのが名刀ってことですね。はい、それを目指して作ったってことです、日本人は。はい、で特にこの美しさなんていうのはこれを求めたっていうのはやっぱりこういう武器に求めたっていうのはやっぱり日本刀の非常に特色でありまして、でここはですね日本の文化と風習っていうのが入ってるんですよ。それはやっぱり神道ですね、神社の影響っていうのは非常に大きくですね、昔のこの日本人っていうのはね、刀に神様住んでると思ってましたんで、立場がね刀の方がね人間より上なんですよ。刀持ってるでしょ。どっち立場上ですかって刀の上なんですよ。なんでか、神様いるからです。人の命取るもんですけど、逆に言うと自分の命守ってくれるもんですから、ここにやっぱり神様いて、非常に敬意を持って刀に接したってことですね。で敬意の一部でしょうけど、研磨ですよね。ここまで研ぐ。ここまで研ぐのはね、実践では別にここまで研ぐのは必要ないんですよ。そうですね。多少は切れ味良くなるんでしょうけど、戦一回持ってったらね、刃こぼれとかボロボロになったりしますんで、もうね、それ一回ずつ研ぐかで研ぐんですよ、日本刀の場合は。なんでか、ここに神様いるからです。だから美しさ出すっていうのも、意味合いとしてありますけど、ここに住んでるであろう神様に対する敬意っていうのがありますよね、日本の場合はね。
だから非常にこう細かくこう研いだんです。で研いだ結果ですよ、いろんなこう刃文が見えてくるわけですね。だから刀作る人もじゃあどうやったら綺麗な刃文を作れるんだろうかって、そこを研究が進むわけですよ。で日本刀以外だとおそらくそこまで気にしないんで、なんとなくこう作っときゃいいじゃんってで終わってたんですよ。日本で見えるんでいろいろと、じゃあもっと研がれた時にどういうふうに見られるかっていうのをこう考慮して作れるんで、そこがこう発達してきた。それやっぱり作らせたっていうのは日本の文化と風習っていうのは非常に大きいってことです。だからそこを含めての日本刀と思っていただくと、より趣が、出てくるんではないかなと思います。これも日本の文化の一部ですから、意外と共通項っていうのはありますんで、他の文化でも昔の文化っていうのが、だからやっぱり日本刀だけ別に特別ってわけじゃなくて、日本の文化の一部がここに現れているということです。これ昔のまま残ってくれてるんで、刀っていうのは意外とその昔の当時のままっていうのを捉えやすいっていうのでは有利かなとは思いますけど、昔の日本人の考え方がやっぱりここには入ってるっていうことですね。そうですね。一応日本刀といえば、それは刀だけではなくて、で実際に体験できることは聞いていますが、多分刀ではないけど、どのような日本刀が作れますか？ここにありますね。2つありますけど、何と言いますか？小刀ですよね。刀、ちっちゃい刀、小刀を、それを実際に作っていただくっていう体験をしていただきます。それは1日にできますか？そうですね。半日ぐらいですね。4時間ぐらいで、作っていただいて、これよく見ていただくと刃文見えますかね。うっすらと。こっちだとまっすぐな刃文が出てると思いますけど、こちらの方がわざと斜めになっています。斜めし、ここぐにゃぐにゃってこうなってますよね。でこれも刃文も、この体験ではご自身で自分の好きな刃文を、作っていただくと、ご自身で、デザインしてもらうっていう。初めはちょっと労働、肉体労働ですけど、ハンマーで叩いて形作って、その後焼き入れ、刃文をつける作業ですけど、それはご自身でデザインして、ご自身の個性を表現してもらうっていうね。これは日本では誰でも持って帰っても大丈夫？こちら辺は大丈夫です。わかりました。こちらは大丈夫です。その大きさでしたら許されるということですね。で海外に郵送することも可能ですかね？可能ですね。EMS だと可能ですし、ただ今コロナの状況なんで、国によってはアメリカとか大丈夫なんですけど、ちょっとオーストラリアとか難しいんでしょうけど、基本的にはコロナ明けたら大丈夫かなと思いますし。わかりました。この体験では基本的にお持ち帰りいただくところまで行けますんで。なので海外からの方が参加したければ、半日作って、それから例えば空港で持って帰ることが難しいかと思いますので、その場合は郵送できることはとにかく。それはもう預け荷物に入れると全然もう包丁買って持って帰るのと一緒のもんですから。それも良かったですね。大丈夫。あとはもうその国の法律で多分包丁を持ち込んだらあかんっていう国はそこまでないんでしょうから、基本的には持ち帰ることは可能だとは思いますけど。じゃあ体験上では先生は外国語できます？できません。なので通訳さえいればできる。できます。わかりました。なので海外の人でも割と簡単に1日に日本刀に触れることを。そうですね。もう結構深いところまでできますね。そうですね。あとはご自身でなんとかね、テーマ持ってきていただいて質問いただいた方が私は楽ですけど。わかりました。では実際に作っているところも見せていただけますか？じゃあまた向こうの作業場によろしくお願いします。では刀はどこで作られているか実際に工房を見てみましょう。